前回必死の思いで引っこ抜いた島と三姉妹がまさかの子孫大繁栄という結末にひっくり返った秋。衝撃。子孫が繁栄してた。ネリコ怖いよ。だが名前を言ってはいけない姉貴の呪いはそれだけにとどまるところを知らないのだった。ヘビみたいにしつこいわ。生まれるまで12時間ってとこかな。こじらせハウスへようこそ、あきです。前回のねりちゃんこと島とねりこ抜根と繁殖動画をたくさんの方に見ていただき反響をいただきました。ありがとうございます。今回終盤でコメントいただいたアドバイスを忠実に実行しておりますので、よろしければ最後まで見ていってくださいね。さあ、いつまでもねりちゃんの脅威に打ちひしがれている時間はない。長雨の合間を縫ってどんどん作業を進めていきましょう。今、初めの一歩、レンガ剥がしが始まっております。新兵器、鋭く刺さるシャベルでガシガシ外していきますよ。理想の庭を実現するためにはまず、この荒れ果てた庭をリセットせねばなりません。DIY を始めるまでにしなければいけないこと。それはもはや毎度おなじみ、破壊活動でございます。これまでも想像するために必ず食器棚や収納などを破壊してきた秋ですが、今回のこじらせガーデン、破壊のレベルが上気を逸しております。レンガ、砂場、縁台、ゴミストッカー、フェンス、水受けなどなど、今ここにある全てを取り除きます。こちらは前回ご紹介したモヘジの謎に生命力の高いアスパラですが、知らない間にモヘジによって切られて根っこだけが取り残されておりました。切られる前に切ってしまえって武士なんでしょうか。そして今回の解体の中でも一番面積が広く厄介なのが芝生。そうです、荒れ果てた不毛にしか見えないこじらせガーデンですが、なんと芝生植わってますねん。あれはグリーンキラーである自分の正体に気づく由もない。夢と希望に満ち溢れた10年前、とある人物に頼み、この庭一面に芝を植えてもらいました。その人物とは秋の実の父。数年前、山登りが第一趣味になり変わるまで、庭いじりと家庭菜園がもっぱらの趣味だった父に植えてもらいました。そして植えさせといて管理しきれず放置している不届き者の娘に代わって、時々不意に現れ芝刈りをして去っていくという庭師っぷり。ねりこの剪定も何度もしていってくれました。ちなみに母親もお花を育てるのが好きで、実家の庭はいつも極限まで手入れされ、無論部屋が散らかっていることもほぼほぼありません。そして整理収納好きな姉夏も最近多肉にはまり育てています。あれ、なぜこんな両親からグリーンキラーのお部屋メーカーがまめな一家に産み落とされし突然変異種秋。一家の七不思議の一つです。そんな七不思議はおいおい解明、別にしなくていいか。レンガと柵の一部を外し終わりました。ここが通れるようになったことで作業効率が断然上がりました。危なっかしい手つきで猫車を運転し、ねりこの抜根で出た土を運びます。子供が怪我しないようにレンガを外した後の溝をこれでひとまず埋めておきます。素敵なお庭を想像しながら将来の自分への期待を胸にゴミを拾い集めましょう。縁台の解体へと進みましょう。サクサク外していきますよ。ここで土台があらわになった旦那もへじ作の縁台、全く腐っている気配がありません。そして角材がすべて見事に書いてあります。柱を書いて枠を乗せることでビス止めのみでは得られない強度を実現。伊達に現場監督25年やってねえんだよというツッコミが聞こえてきそうです。枠の通媒材も書いてつないでありますね。全く錆びてない。ビスもステンレスを使用したことで全く錆びていません。しかしそのビスがところどころ舐めてしまっていて回らない。ダメだ。どう頑張っても外れないので、もう強引に2つ折りにしておきました。まだまだ使えそうなこの柱や木材たちはガーデン DIY のどこかで再利用したいと思います。さあ、やっと次の作業、芝剥がしのターンです。
YouTube を見漁って芝剥がしのやり方を大体把握してるつもりな秋ですが、後々この剥がし方がど素人剥がしであることが判明しますが、それが判明するのは作業が半分以上進んだ後のこと。この合っているようで合ってない、少し間違っている芝剥がしをしばしご堪能ください。こんな感じなんだよ。よし、はい。すごくないこれ。なんか芝にしてはすんごく太い根っこを発見。こんなに根っこって太いの？なんじゃこりゃ。大きくないこれ？これ芝生の根っこかな？そんなわけないよね。だったらもっと芝生がでかい。もしかしてネリコの根っここれ？怖いネリコ。ネリコの根っこじゃないこれ。恐ろしい。絶対そうだよ。なんとネリコの根っこがこんなところにまで。根っこじゃんこれ。しかも結構太く、まだまだ奥まで続いている模様。なんたる執念深さ。衝撃ですが、もう日が暮れてしまったので翌日に持ち越しです。一夜明けました。これ昨日のこの衝撃の根っこよ。これなんだと思う？ネリコの根っこだよこれ。いいでしたからここに出てきてんの。恐ろしいやだよ。本当だ。すごくない？うんとこじょ。はい、どこいしょ。うんとこじょ。抜けたっていうかちぎれた。ちぎっとくしかないよね。ど素人手探りの芝剥がしは神出鬼没なネリコの根っこに阻まれ、なかなか進まない。ここに来てこのコスパのくせに中途半端に広めな庭を恨みたくなる秋。まだはっきりとまとまってはいないものの、ぼんやりと頭の中にできつつあるこの庭の完成図ですが、安易に全面に植えてしまった芝を剥がすことすらままならない現実。スタートラインすら遠すぎて見えません。なんですけどやめてもらっていいですか？他人のふりしろ。半分以上剥がし終わったところで急な来訪者が。実は今回自力では難しい箇所だけを業者さんに施工してもらう案があり、その見積もりをお願いしていたモヘジとは無関係の近所の外交屋さんです。見積もりを持ってきてくれたタイミングでたまたまど素人が変な芝の剥がし方をしているのを見て、たまらずレクチャーしてくれました。でこれを剥がすのが簡単じゃないですか。これ完璧。我々はプロなんです。でもうこれ振るだけ。ほらもうこんなに綺麗ですよ。ほらもう残ってない。ほらプロってやっぱりね、こうやって切っていく。こうやってほらもう剥がれる。完璧に剥がれる。メロン。ほらいいでしょ。で完璧。裏返してポンと。でこれで我々プロなんでと言い残し、さっそうと去っていったおじちゃん。ありがたいけどなんか違うな、何この違和感と思ったら、白と目がこれや、こっちの方がしっくりくる。モヘジの暴言を欲しがってしまっている自分に気づき、愕然としますが、気を取り直して残り3分の1、ここから正しい芝剥がしをしていきましょう。おじっちゃん、もっと早く現れてほしかった。ありがたいけど。ちなみに紆余曲折あり、業者さんに発注する案はなくなり、結局全部自分でやる流れになっております。召し上がれ。はい、腰がやばいです。ここに来て秋の中の腰がきつい DIY ランキング栄えある1位がフロアタイル張りから芝剥がしへと塗り替えられました。そこに
練り去りにいた蛇みたいにしつこいわ。少しでも作業を進めたい一心で腰が楽な体勢を模索するあまり、最終的に関口宏みたいになる秋。あかん、全然楽じゃない。万が一腰をやっちゃったら1週間は作業が止まる。ここはちょっと休むのが得策です。腰が復活したので、この段ボールストッカーとその下のモヘジ作の台、水受けも撤去していきます。放っておいてもいよいよ朽ち果てそうな木製ストッカー、ゴジラの様相でガサツに破壊していきます。ダメだ。どうなってんのこれ。切るしかねえんだ。切れた。あれだ。あ、重っ。めっちゃ煙出てるんだけど、なんで？あーい。しばらく剥がし名人やん。教科書みたいな剥がし方。ストップ。芝剥がし、ようやく完了です。ここで全てのフェンスを外します。最初のフェンスを外してから実際の期間で1ヶ月以上は経過しています。一見まだまだ綺麗に見えるこのフェンスですが、一番上の天場の部分が南向きの日光にさらされ続け白く変色し、木目のシートが剥がれてしまっています。このシャビーな木目調がかなり気に入っていたし、結構なお値段したし、木製でも塗装でもないのに10年で剥げるとは思ってなかったのでショックですが、これを機に木製のフェンスに変えるつもりなので外しましょう。外したフェンスは何かに再利用できないかと模索中です。さて、ここからが本日のメインイベント、ブロック崩しでございます。なんと今回、ど素人秋の気まぐれな思いつきにより庭の形を変更するんですよ。というのも、お庭の計画を練り進めるため、いろいろな素敵なお庭を見漁る中で、秋はふと思ってしまった。うちの庭、なんか四角くてつまらんな、と。ただの何者でもない主婦の脳みそに、前衛芸術家の寝起きの気まぐれなつぶやきのごとき、つまらんなが舞い降りてきてしまったので、仕方なく、この度ブロックを破壊します。なんか小難しいこと言ってますけど、要はこれをこうします。最初からそう言え。ブロック崩しゲームぐらいの軽い気持ちで決定したブロック破壊ですが、それがどのくらい大変な作業であるか、この時の秋は当然知る由もありません。通常コンクリートブロックを破壊する場合に必要になるのがハンマードリル、振動してハンマーのように叩き割る激しめの工具。そして今回のように一部分だけきれいに取り外したい場合や、中にある鉄筋を切らなければいけない場合に必要なのがコンクリートも鉄筋も切れるディスクグラインダーですが、現時点でどちらもございません。こういった作業に入る前には必ずモヘジに該当工具を持っているか借りれるかを確認するんですが、最近一層忙しいモヘジはなかなか相手にしてくれないので、とりあえず電動工具に頼らず、なるべく手頃な最低限の道具を購入して、できるかできないか分かりませんが自力で解体してみることにしました。そんなこんなで近所のホームセンターで取り急ぎ購入した道具がこちら、 1.3 キロの両口ハンマー。重ければ重いほど破壊力がありますが、これ以上の重さになると腕が長時間持たないと判断し、この重さにしました。次にブロックタガネ。こちらは少し安いレンガ用もありますが、ケチらず必ずブロック用を選びましょう。もちろんレンガにも使えます。そして防塵マスク、防塵用ゴーグル、忘れちゃいけない安全靴。締めて1万円切りました。9110円。9110円の最低装備でこの角のブロックを破壊してまいりましょう。コンクリート硬いよ。全然取れる気がしませんが、信じて叩くしかありません。
抜けんくなっちゃったそりゃそうだよお、すごい下まで行ったあ、動いてる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 すごいあ、ちょっと飛んでくるあ、こっちまで割れてしもうたちょっと危険。一つ目のブロックが外れました。下も金入ってる。すごい入ってんじゃん。縦金発見でございます。から倒れなかったんだ。縦金ちゃんと入れてくれてんだ。ありがとうございます。疑ってすいませんでした。なんとここで縦金発見。前回縦金が入っている見込みが薄いと言ってしまった秋、この場を借りて謝罪させていただきます。申し訳ございませんでした。コスパ施工であることは間違いないですが、さすがに縦金ぐらいは入っていたようです。そしてここからその縦金の維持力に少々手こずることになります。この鉄筋、この人のおかげで全然崩れない。いやもう鉄筋って大事なんだねっていうことがここで分かりました。もう十分分かったからもういいですか、そろそろ倒れてもらって。縦金が瀕死のブロックの倒壊を見事に阻止している様子が見て取れます。鉄筋がなければとっくに外れている段階です。これはフェンスの支柱は再利用するので、後ほどコンクリを割って取り出します。狂ったと思われるかな。近所さん、こじらせさんとこついに土地狂ったらしいわよって噂になっちゃうから、口ほどコンクリートガンガン叩いてさ、こんな怪しい風貌でさ、マジで通報されてもおかしくないよね。ちょっと家壊してる人いますけどって、キムキマッチョになっちゃうよ。感情なんだね。ここに来てゲーム感覚でブロック崩しを決行したことを後悔しだす秋ですが、ここでやめるわけにはいきません。手が動く限りは続けてみましょう。根っこがメリコの根っこだぞ。はい、掘り返せばいいやつがいる。もはや驚きません。メリコの根っこ降臨でございます。
もちろんですね、これはこれから始まる練子劇場の序章に過ぎないわけです。もはやイカれたストーカーにしか見えなくなってきた練子。最初の懺悔の気持ちなどどこへやら、残されたのは恐怖と脅威だけ。本当にしつこい、恐ろしい。ちょっと奥さん、水道管やっちゃったよって思ったら衝撃だよ。練子の根っこだ。嘘やろ、こんなとこにまでこんな昆布と根っこがよ。マジで悪夢終わってねえやん。ネリザリンの悪夢、どこまで追いかけてきやがるんだ練子は。どこまであたいを苦しめたら気が済むのさ。すっごい、まだ全然終わる気配ない。この先やばい。自然の脅威と自分の非力さに打ちひしがれておりますが、目の前には人類の H、コンクリートブロックの基礎があらわになりました。硬く大きく頑丈な基礎ですが、頑張って叩けば壊れます。下からテコの原理を使い、シャベルで持ち上げると簡単に持ち上がりました。しかも何年放置しようが増殖することもありません。人類の H など練子のしつこさに比べたら可愛いもんですね。すげえ。ここで前回ブロックの下に挟まっていた極太根っこの一つが取れました。ブロックをひび割れさせ持ち上げていたのがこれですね。そして人類第2の H、 鉄筋を切らねばならない時が来ました。 H には H で対抗しましょう。この辺のコンクリートをちょっとディスクグラインダーでいってみようかなと思います。ザザザン。ディスクグラインダー登場です。モヘヤンがようやく持ってきてくれました。あったんかい。もしブロックを全部まるっと外す場合は電動工具なしでハンマーとタガネと気合のみでなんとかなります。しかし今回のように一部分だけきれいに外したい場合は電動工具が必須。そして電動工具は気合だけでは動きません。必要なのは電源です。ここで我が家随一の人類の H、 家庭用バックアップ電源を召喚。以前に防災用にご提供いただきましたブルーティー AC300 プラス B300 超ハイスペック電源再び登場です。今回動かすディスクグラインダーは出力が高めの 720W、 対してブルちゃんの最大出力はなんとエアコン動かせちゃう 3000W、 余裕です。超怖い。何これめっちゃ怖い。こちらは防災用途のハイスペすぎる電源ですが DIY 用途なら出力 1000W 程度あれば大抵の工具は使えるので、この辺りのポータブル電源がおすすめです。外での作業にはポータブル電源を1台持っておくととても便利ですね。早速ブルちゃんの力を借り鉄筋をぶった切っていきましょう。続いてコンクリートを切ってアルミの支柱を取り出してみます。消火器暴発したんかってぐらいのすごい粉塵、集塵器必須ですね。ちなみに何の疑いもなくついていた刃で鉄筋とコンクリートを切断しましたが、後からモヘジに鉄筋切るときは刃を変えろよこの素人めがと怒られました。素人目がいただけましたので秋は満足です。それからこのディスクグラインダー 100mm 用ですが強引に 125mm の刃をつけているので良い子は真似をしないようにとのこと。よくわからないけど皆さんは決して真似しないでくださいね。ディスクグラインダーを使うとこんな風に綺麗にカットすることができます。ちょっとあ、ごめんなさい。損害賠償。全塗装土かぶすだけ。いやちょっともう全塗装したやべ、クレーマー現る。いやもうちょっとこんなにコンクリート前回に続き愛車の至近距離で暴れ散らかすど素人に我慢できなくなった現場監督兼旦那モヘジが手伝うどころか難癖をつけにやってきました。あ、ちょっと触らないであ、ちょっと傷ついちゃうんで触らないで。取れますけど。いや取れてる。コンクリートの成分がちょっとあれだ。これちょっとこすったら取れるんですけど。いや傷ついてるじゃないですか。めっちゃヤクザやん。傷ついてるじゃない。ヤクザ車近いなと思ったんだよ。いやもう見積もり持って話も聞いてくれ。話すら聞いてくれ。手伝うどころかクレーマーやったわ。そんなこっちだってカメラとか犠牲にしてるんですよ、いろんなものを。いやそれはそうか。僕
車手袋なしでやるんすか親方。さすがっすね。結局手伝うんかい。ところで親方、いつもより覇気がないのにお気づきでしょうか。力強さがなくコンクリートも全然割れません。実は風邪をひきながらもだましだまし出勤し3日目。簡単には休めない社会人、お疲れ様です。病人はおとなしく寝ていてください。すっごい硬い。いけた。よっしゃ、いけたぞ。いけた。やばい。陣痛ぐらい痛い。生まれるまで12時間ってとこかなぐらいの痛さ。長時間に及ぶ人力ブロック破壊により再び悲鳴を上げ始めた46の腰。ここに来て7年ぶり4度目の生みの苦しみを味わうことになるとは誰が想像したでしょうか。ネリコに対抗してこっちもより一層子孫を反映させたろかい言うてる場合か。腰がきつい DIY ランキング1位が早くも芝剥がしからブロック破壊に変わりました。芝剥がしつかの間の栄光でした。生まれました。8000g の元気な赤ちゃん生まれました。基礎がごついわ。基礎が巨大ベビーが生まれるぞ。これは10キロ超えだ。見てください、頑丈な基礎。めちゃくちゃちゃんとした基礎がこっちはあって、こっちはない。こっちは薄い基礎しかない。お母さん生まれますよ。難産でしたが、ちょっと小さめですが生まれましたよ。元気な赤ちゃん。3000g ぐらいかな。最後の一人無事生まれましたよ。コンクリート撤去完了。やろうと思えばできるんやな。もう 2,3 人生まれそうなぐらい腰痛いけど見える？ネリコの根っこ。もうダメだ。この家はもう完全にネリコの魔の手に支配されてるわ。最後のブロック下のネリコを切断しながら、ここでちょっとお知らせです。実は秋、電気工事士2種の資格を取ることになりました。筆記試験は4月後半から5月になります。短期集中ギリギリ人間秋は今から苦手な理数系猛勉強をしますので、次回の動画を少しお待たせしてしまうかもしれませんが、どうか気長にお待ちいただけるとありがたいです。いつも動画を見てくださり本当にありがとうございます。執拗にストーキングしては作業の邪魔をしてくるネリコの根っこ問題。前回親切な視聴者様から、ちょっと名前は言えないですけど、昨年草木を根こそぎ枯らすという特技で一世を風靡したとある業者さんを見習えというありがたいアドバイスをいただきましたので、今回実践していきたいと思います。これラップだ。頑丈なテープ。ネリコを殲滅していこうと思う。アドバイスにあった通り、太い根っこに数箇所穴を開けていきます。そこに除草剤を塗り、ラップとテープで蓋をする作戦です。果たしてこれでネリコは殲滅してくれるんでしょうか。もういい加減終わりにしたい。4倍希釈って書いてある。だが薄めるものか。ネリコは4倍希釈なので太刀打ちできないことは分かってんで、0倍希釈でいかせていただきます。いやんこんなたっぷり入ってる。100円だよ。こぼれてきた。ちょっと他の土壌を汚染させないようにラップでやろうと思ったのにめっちゃこぼれた。
ちょっと今のはなかったことにしていただいて。いやめっちゃこぼれた。こんなに入ってる、こんなにたっぷり入ってる。100円だよ。サービス精神旺盛すぎだろ。ダイソーの除草剤を買う皆さん気をつけてください。めっちゃたっぷり入ってます。ワンダフルワンダー。そして竹に浸して塗っていく。これでもまだ生きていこうというのかね。どこへ行こうというのかね。0倍希釈から逃れられるとでも思っているのかね。0倍希釈のモーターを巻きつけていく。でその上からここまでしたくはないんだ。本当はこんな非道なことは本当はしたくない。許してくれ。もう生まれてくるなよ。コンクリートに穴開けてる。やめてちょっとやだ、娘がコンクリートに穴開けてた。やめてもうていいですか。おうち中巻いとこう。ビッグモーターを塗っていく。0倍希釈を塗っていく。ちょっとストレス発散するね。ねりこで。溜まってるの。傷ついてない？ちょっと。車の心配かよ。法廷で会おう。法廷で会おう。混ぜ太郎だ。飛んできた。ザランタロウでした。